いやー、1年ですか。このチャンネル始まって。正直、よく1年も続いたなって思いますね。まあ、これもですね、私の努力と才能の結果と言いますか。いや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 、違いますよ。動画を見てくださっている皆さんのおかげでございますよ。変な話、こんなに見ていただけるとは思っていなかったので、とても嬉しいですし、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで続けてこられました。これは本当に。はい。それでまあ今回はですね、振り返ってみて、今まで自分の話をほとんどしてこなかったので、これをきっかけに親近感を持ってもらえると嬉しいなと思ったので、自己紹介をやってみたいと思います。はい。じゃあ早速いきますけれども、まず名前ですね。私の名前は、名前ないんだわこれはですね、ほまもの由々しき事態ですね。これなんですけど、ちょっと裏話しますと、チャンネルを作るとき、まず自分のことなんて呼ぼうかって考えたんですよ。で、VTuber っぽく自分の名前で呼ぶのってどうかなって思っていて、なんかこびてる感じがしてですね、いや別にそうやってる方がこびてるっていうわけではないんですが、自分でやるとなるとちょっと抵抗があったんですよね。じゃあどうするかってなった時に役職で呼ぶのがいいだろうって思ったんですね。で、まず呼び方から考えたんですよ。それでいろいろ検討した結果、会長がいいとなったわけなんです。そこからなんとか会っていうチャンネル名にしようと思って時計購入協議会になったんですよね。で、全部漢字だと硬いって思って結果こちらをつけたという、はい。で、なんかそのまま名前考えずに来ちゃったんですよね。もう全部適当なんだわ。それでですね、これちょっとまずいなって思っていてですね、いや、今更だわって話なんですけど、アップル信者1億人創出計画さんっていうチャンネルご存知ですか？アップルの製品とか調べるときによく見るんですけど、検索するときにチャンネル名のアップル信者うんぬんで調べるんじゃなくて、ヌフヌフで検索しているんですよね。ヌフヌフさんっていうのはそのチャンネルやっている方なんですけど、いや本当はウォズさんって言うんですけど、まあそれはいいとして、うちのチャンネルを検索するときって皆さんチャンネル名入力してますか？私多分やらないと思うんですよね。特にうちのチャンネルって名前ないので調べづらいんじゃないかと気づきましてね。そうすると検索しやすいものがないとダメじゃんってなって、これ結構致命的ですよね。いやー、ここへ来て弊害出てますね。本当に名前必要ですわ。はい。ってことで、そのうち名前考えて発表したいと思います。いやー、YouTube 始めて1年後に名前決めるってなかなか異例だと思いますが。これはもうダメですね。しかし名前ですよね。まあなんとなくですが、こういうのがいいっていうのがありまして、いや具体的にはないんですけど、漢字2文字の名字とひらがなかカタカナ3文字の名前、名字には時計関係の漢字を入れて、名前はちょっと関係がありそうな響きのものがいいですね。要はホロライブ方式ですわ。はい。で、そうですね。例えばですけど、時は金子みたいなね。ダッサはい。ちょっとこれは真剣に考えていきたいですね。はい。あとはあれですね。応急措置として、なんかチャンネル名の略称とかあるといいなと思ったんですよ。それで検索してもらえれば出てくるので、そしたら安直ですけど、こち亀がこち亀なので、こち時計ですよね。こち時計に引っかかるように頑張りますわ。っていうか、もういろいろ適当に始めすぎて全てが今更でいかんですね。はあ。じゃあ次行きますか。次はですね、私が時計にハマったきっかけの話をしましょうか。皆さんはどうやって時計の世界に入っていきましたか？あんまりそういう話って聞いたことないんでわからないんですが、やっぱり社会人になって身なりに気を使うようになってって感じですかね。で、私の場合なんですけど、クリームシチューさんっていらっしゃるじゃないですか、芸人さんで。私好きでテレビで見てたんですけど、ある時上田さんがつけている時計が目について調べてみたんですよね。クリームの上田さんって闇の仕事でめちゃくちゃ稼いでるじゃないですか。だからいやらしい話、どんだけエグい時計使っているのかと気になりましてですね、それで調べてみたわけです。で、その時つけていたのが確かジラールペルゴの WWTC っていうワールドタイム機能のある時計だったんですね。それで、へえ、こんな世界もあるんだなと思って、そこからまあいろいろ他の方の時計とかも調べたりしましてね、そういうのを見ていたらですね、いい時計をつけるっていうのに憧れてしまいまして、それがきっかけですね、時計のはい。だから思うんですけど、
私みたいな人もいると思うんで、知名度がある方は時計を買ったら動画にしてもらえると絶対時計に興味が出る人が増えるのでありがたいですよね。そういう意味でヒカキンさんは最高ですね。バンバン時計買って動画にしてくれるので見るのも楽しいですしね。はい。じゃあ次は私の時計についての話なんですけど、これですね、紹介してほしいっていうコメントもいただいたりしてずっとやろうか迷っていたんですが、というのもこれは私の偏見かもしれませんが、女性が私物紹介している動画ってマウント取りに来ている感じがして嫌なんですよね。これいつも不思議に思っているんですけど、男性が私物紹介する動画ってあんまり気にならないんですけど、女性だとちょっといやらしい感じが出て、サムネ見ただけでお腹いっぱいになってしまうんですよね。同性だからかな。だから今まで自分の時計の話って少ししましたけど、なるべく嫌味にならないように気をつけていたんですが、そう見えていたら素直にすみませんでした。はい。という葛藤があってですね、私の時計の紹介は二の足を踏んでいます。ちなみに今まで動画で触れた私の時計ですけど、ジャガールクルトのグランドレベルスカレンダーとカルティエのサントス・ドゥ・カルティエですね。あれですね、今のところは何か関連する動画の時に軽く触れるくらいがちょうどいいかなと思っているので、折に触れてみたいにやっていこうかなと思います。はい。じゃあ次は好きな時計の話をしましょうか。これは他の動画でちょいちょい話題にしているんですけど、改めて。というかですね、広い意味で好きな時計って聞かれると、もうこれは無限にあって紹介しきれないので、一応現行モデルで6個に絞ってみました。じゃあ簡単に紹介していきますと、まずはカルティエのサントス・ドゥ・カルティエですね。これはかっちりした感じでもいけますし、カジュアルでも使えますし、スペック的にも使いやすくてすごくいいですね。しかもいわゆるラグスポ系の時計とかシンプルなスポーツウォッチも同じように使いやすいと思うんですけど、そういうのと比べてお上品なところが好きですね。はい。じゃあお次の時計ですが、ジャガールクルトのレベルソです。これはジャガールクルトというか機械式時計を代表するアイコンになっていて、デザインがまずいいですね。そして反転するっていうギミックもありますし、ムーブメントもザ古典的角型なところも好きですね。ちょっと渋い感じの実力派っていうのがね、いいんですけれども、はい。あとはショパールの LUC1860 も好きで、これは何といってもマイクロローター式の自動巻きムーブメントが刺さりまくりですね。デザインもラウンド型のドレスウォッチの王道を言っていて、シンプルなところがまた好きです。今年復刻されてデートがなくなったのがファインプレーと言わざるを得ないって感じです。はい。じゃあどんどんいきますけど、次はですね、ランゲ&ゾーネのランゲ1ですね。これは憧れの一本で、とにかく美しいの一言です。表も裏も。それでデザインがアシンメトリーになってますけど、デート表示にパワーリザーブまでついているのにごちゃごちゃせずに美しいってところがすごいと思うんです。 LUC1860 のデザインが王道なら、こちらは邪道とも言えるんじゃないかと思うんですが、色物になっていないというか、すごく綺麗にまとまっているところが本当にすごいですよね。はい。では次の時計ですが、オーデマピゲのロイヤルオークですね。これはもう説明不要の人気モデルですが、ラグスポの元祖、原点にして頂点ですね。デザインがいいっていうのはもちろんなんですが、この時計が今の腕時計に与えた影響とか、そういうのの大きさがすごくて、腕時計の歴史を語るときに間違いなく触れなくてはならない一本じゃないですか。傑作ですよね。はい。じゃあ最後の時計ですが、パテックフィリップのワールドタイムですね。これも憧れです。はい。パテックフィリップコンプリケーション、いいですね。複雑機構っていろいろあるじゃないですか。クロノグラフとか永久カレンダーとか。ワールドタイムって他の複雑機構と比べて針が2つしかなくてシンプルじゃないですか。それでいてダイヤルに凝縮感があるってのが好きなんですよね。世界の時間っていうのもロマンがありますしね。はい。あえて強引に選ぶとすればこんな感じなんですが、ちょっとついでに最近気になると言いますか、こういう時計いいなっていうことをちょっと喋ってみたいんですけど、私美術館で絵を見るのが結構好きなんですよ。特に好きなのが印象派なんですけどね。モネとかルノワールとかセザンヌとかゴッホとか。セザンヌとゴッホは後期印象派ですか。その時代の絵を見に行ったりするんですよね。これ小林秀夫先生の近代絵画とか美を求める心っていう本があるんですけど、それ読んでからですね、絵を見るようになったのは。はい。
あとは最近洋服とかバッグなんかにも興味を持ってしまって、時計みたいにいろいろ調べたりしてるんですけど、マルジェラ気になっていてですね。私はそんなに詳しくないんでそこまで語れないんですが、なんか一見普通なんですけど、よくよく見るとおかしいぞみたいな要素があって、脱構築っていうんですかね。そういうところが好きなんですけれども、いや急に何の話かっていうとですね、印象派ってアカデミーっていう当時の主流に対抗して、新しい技法による新しい芸術の価値、美術の潮流を作っていったんですよね。マルジェラもアンチモードっていう形で既存のファッションを否定していて、新しい価値、脱構築という新しい潮流を作ったんですね。なんかそういうところが最近すごく重要だと思っていて、既存の価値観をぶっ壊して新たな価値を生み出すみたいな、そういうところに惹かれていていいなと思うわけなんですよ。だから時計も同じで、そういう時計がやっぱり魅力的だと思いますし、単なるかっこいい時計以上の価値を感じるんですよね。具体的に言いますとね、先ほど紹介した時計で言えばロイヤルオーク。それまでは高級時計といったら貴金属製という概念をぶっ壊して、ステンレス製の高級時計という新たな価値を生み出しているわけですよね。さらにラグジュアリースポーツという新しいジャンルも作りましたしね。あとはサントスなんかも懐中時計を腕に巻きましたみたいな、それまでの腕時計のデザインから、腕時計のデザインとは核あるものだという新しい解釈を提示してますからね。いいですよね。やっぱりですね、時計は歴史ですよ。そういうストーリーがある時計がいいなぁと、そう思いましたね。あとは今後そういう傑作が出た時にリアルタイムで気づけるような審美眼を養えたら最高ですけどね。はい。最後にこの回の目標みたいなことについて話したいと思ったんですけど、目標ないんですよね。いやそもそもこのチャンネルを始めたのも、何か自分だけで新しいことをやりたいと思ってって感じなのと、あとは時計の知識を増やしたいと思ってたんですけど、アウトプットしないとすぐ忘れちゃうので、そういうことやりたいなってことで始めたんですよね。登録者数何人みたいなものをよく目標にするのは見ますけどね。じゃあ例えば100万人達成ってなった時どうするんでしょうね。結局数字を増やすゲームみたいになっちゃってますよね。手段でしかないんですよね、そういうのって。とすると何でしょうね、回の目標って。パッと思いつくのは、このチャンネルの動画を見て時計買いましたとか、時計が好きになりましたとか、そういう時計ファンを増やしたいっていうのはありますよね。そういうコメントとか、あとは時計好きな人のコメントとかいただくと嬉しかったりするので、じゃあこの回の目標、こういうのがいいよっていうのをコメントで募集します。なんかそういうのを視聴者の方と共有できたら面白いですよね。目標があって今この辺まで達成してますみたいなやつ、何かいい案があったら採用させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。では今回はこの辺にしておきたいと思いますが、一つお知らせをぶっ込ませてください。特に今まで言ってなかったんですけど、X をやってまして、大したこと発信してないんですけどね、時々つぶやいているので、気になる方は覗いてみてください。リンクを概要欄に貼っておきますので。では今日はこの辺で、みんなあったかくして寝ろよー。